初夏。一つの器が季節を語り始める。なぜ懐石料理は器にまで季節を移すのか。懐石料理では器もまた季節を語る。料理と器、その組み合わせが季節を映し出す。客を迎えるその瞬間から季節は始まっている。そのすべてが一つの季節を語るためにある。水無月を代表するしつらえの一つが蛍かごである。初夏になると蛍は夜の闇に淡く光を灯す。その儚い光は古くから和歌や絵画にも描かれ、夏の風物詩として親しまれてきた。料理人たちはその情景を器の衣装へ移してきた。蛍を眺めるための籠を模したその姿は初夏を迎えるしつらえとなる。蛍かごもまた季節を語る器となる。水無月豆腐を仕立てる。懐石料理では一品ごとに役割がある。焼き物があれば静かな料理もある。その重なりが献立の流れを作っていく。豆腐は素朴な料理である。だからこそ料理人の仕事がそのまま現れる。硬さ、厚み、滑らかさ、その一つ一つが料理の印象を決めていく。硬すぎてもいけない。柔らかすぎても形は崩れる。わずかな加減が料理の余韻を変えていく。料理人は味だけではなく舌触りや余韻まで心を砕く。一度冷やし、時間をかけて固めていく。最後にウニを添える。その一手で料理は景色へと変わる。
そこには見立てという懐石料理の表現がある。季節そのものを皿へ乗せることはできない。だから色や形に季節の情景を託す。ウニは初夏の夜を舞う蛍に見立てられる。見立ては似せることではない。目の前にない景色を思い描くこと。料理は味わうだけのものではない。目で季節を感じ、心にその風景を映していく。蛍かごは初夏を迎える器となる。料理と器が重なることで、季節は一皿の中に姿を現す。自然をそのまま映すのではない。見る人にその情景を思わせる。その一皿に宿るのが日本人が大切にしてきた風情である。